皆さんこんにちは、みゆきしんぺいです。お元気でしょうか？今日は調子どんな感じですかね？今日もね、ちょっとなんか話してみようかなと思うんですけど、最近ね、どんな話をしようかなみたいなね、そういうことをね、考えたりするんですよ。で、それで、この話うまくまとまるかなとか、話し始めるときにね、一瞬躊躇したりとか、こんなんでいいのかなとかね、そういうの思ったりもするんですよ。でも、それはそれで、そのまま口に出してみようかなみたいなね。なんかちょっとそういうの試してるんですよね。それもね、本当に自分のね、心の中にね、浮かんでるものなんで、そのちょっと躊躇する気持ちとか、こんなんでいいのかなみたいな。そういうのをね、そのまま喋ってったらどうなるのかみたいなね、その心のまま言ったらどうなるのかみたいなのがね、この動画のテーマなんで、ちょっと、かっこつけずにね、そのまま行こうかななんてちょっと思ってますね。そのかっこつけるってやっぱ続かないですよね。ちょっとね、おしゃれにしたいとかね、なんかね、変わったことやりたいとか、いいんですけどね、それも。でもそれってなんかこう落ち着きがないようにちょっと映ったりとか、ある意味ね、もうちょっと気楽にやった方がうまくいくのになみたいなことってありますよね。あとね、そのもっともっと伝えたいとか、この話を言うならここまでちゃんとその伝え切りたいとか、なんかそんな風にもなっていくし、でもそれってね、聞いてる方からね、したらね、そんなたくさんのね、ボリューム言われてもね、困りますよとね。皆さんもね、もちろんその目指してることとか、集中してね、やられてることとかね、たくさんあると思うんで、そんなね、いきなり重たいものばっかりね、ポンポンと渡されても困りますよみたいなね、そういう気持ちじゃないのかなと思うんですよね。なのでね、こちらもね、ちょっと言い足りないかなとか、なんかちょっと、なんていうのかな、もっと話したかったなとかね、そういうことがあってもね、いいんじゃないかな、みたいな。明日話したらいいじゃん、みたいな。なんかそんな風な気持ちでちょっとやろうかなと思ってますね。一日にね、一回ぐらい、サボる時もね、あると思うんで、この人は、こういうことをやってる、こういう店やってんだな、みたいなね。なんかそれぐらいのトーンでね、行こうかなと思ってますね。前にね、友達で、その、歌がね、すごい上手い方がいらっしゃって、で、その、オペラのね、歌手とかね、そういうのやられたりとか、なんかどっかに呼ばれてね、なんか国歌斉唱とかね、なんかそういうのやったりするような方なんですよ。すごくね、音楽に対してね、情熱のある人でね、なんかね、選ばれてね、奨学金かなんか国費留学っていうんですか？国のお金でね、オランダかね、どっかにね、留学されたりとかね、しっかり、やってこられた方なんですよ。で、その人のね、話が面白くて、やっぱりその情熱があるから、すごくその自分の気持ちをね、こう歌で出し切りたいみたいな。もちろんね、そのオペラとかなんで、ものすごいこの声量でね、歌われるじゃないですか、ああいう歌手の方って。なのでね、そういう気持ちでやってたらしいんですけど、それをね、その方法でやってたら、いや、ちょっとそれじゃダメだよってね、こう先生にね、もうちょっと、みたいなね、もうダメ出しをなんかたくさんされたらしいんですよ。どうしてだろうみたいなね、そういう気持ちで歌ってるのに何がダメなんだろうみたいなことを悩んでたらしいんですけど、その人にその先生が言ったのが、あなたはその前に前に出過ぎですよと。あなたはその気持ちがその内側にあってね、それをその出したいっていうのはすごい伝わってくるんだけど、でもあなたのその場所もあって、そして他のね、その演奏とかね、指揮者のリズムとかね、他のそのものもね、たくさんの中にあるうちのあなたはその存在なんだよ。それを作曲する人もね、そういうバランスを考えた上で、こういう風な、全体でこういう風に仕上がるっていう気持ちで作っているんだから、だからあなたがそこで前に前に強く出ていくと、バランスが崩れちゃうんだよ、みたいなね。なんかそういう話をね、されたらしいんですよね。で、彼女自身は、なんかそれを聞いて、なんか本当に自分中心ですごく考えすぎてたなとかね、自分を含めた私たちみんなを
観客席から見た時にどう映るのかなみたいな、なんかそういうのをね、全然考えたことなかったわみたいな話をね、なんかそんなことをね、語ってくれたんですよね。もちろんね、その自分の誇りとかね、自信があることとかね、情熱的にこれで挑戦したいってことって、やっぱりその強くいくじゃないですか。それもね、すごくね、大事なことですよね。それもすごく大事なことなんだけど、でもみんなとやってるっていうその事実もあるんで、一番大事なのは、その上で、調整することっていうか、なんというのかな、その上で自分が実現したい、サイズっていうか、幅というか、それを見定めた上で、そこに向けて調整していくってことが、一番大事なんじゃないかなってね、なんか最近、そんなことを思いますね。この話もそうですしね、なんか株とかね、なんかそれでも同じようなことを思いますね。一日ね、なんかいろいろあるじゃないですかね、生きてるとね。集中してることとかね、目指してることとかね、なんか皆さんあると思うんですよ。なのでね、ここはね、どっちかっていうと、ちょっとね、息を抜いてもらうっていうかね、ちょっとほぐれてもらうっていうかね、僕もね、本当思ってることをね、台本もなくね、だらーっとね、話してるだけなんでね、なんか、こんなんでも大丈夫なのかなみたいなね、それぐらいの気持ちになってもらって、またちょっとね、自分の集中してることに戻ってってもらうみたいなね。なんかそれぐらいの場所になったら僕はすごく嬉しいなって思ってますね。ちょっとなんかね、知ってるバーに行ってお酒いっぱい飲んでちょっと帰ろうかなみたいなね。そこでね、なんかめちゃくちゃ強い酒とかね、なんかめちゃくちゃこの説教とかね、なんかされたらね、困りますよね。そんなことをね、ちょっと思ってますね。今日はね、こんな話なんですけど、やっぱりね、お話ししてるとね、どうしてもね、長くなってくるんですよね。なんて言うんですかね、シナプスっていうかね、こっち話したら、これも話したいなとかね、心の中がやっぱり繋がってるんで、それを心のままにね、話してるんでね、やっぱりどうしてもね、ちょっと長くなってっちゃったりね、するんですよね。それはね、もう、楽しみとしてね、明日じゃあそれ話してみようかなとかね、そういう風にしてったらね、いいかなとか、思ったりもするんですけど、またね、明日になったら明日でね、また自分の心の中にはね、また別のものが浮かんでたりするんでね、またどっか行っちゃうんですけどね。それもそれでいいのかなみたいな、結局全部繋がってるというか、それがあるからこそ明日はこういう気持ちになるんだなっていうのがね、ずっと続いてるだけなんで、なのでその時その時の自分のね、胸に浮かんできたことを、ただ語るだけみたいなね、なんかそんなことをちょっとやってみようかななんて思ってます。今日もね、聞いてくれてありがとうございました。またね。